にちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらの丸いコースターと丸いポットマットを紹介させていただきます。リバティの生地を使ってちょっとパッチワーク風に仕上げてみましたので、ぜひ一緒に作ってみてください。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。今回の動画ではネイジのオリジナルの定規を使用して紹介させていただきます。もちろんね、定規がない方でも製図をご覧いただきながら作ることができますので、カーブの縫うところはね、難しさはあると思うんですが、丁寧に進めていけば出来上がっていきますので、一緒に動画を見ながら進めてみてください。それでは早速始めていきましょう。準備するパーツの紹介です。画面をご覧いただきながら材料のご準備をお願いします。こちらがコースター用のパーツの紹介になります。画面をご覧いただきながらこちらもご準備の方をお願いします。今回はリバティの生地を使用しています。合わせているのはリネン 100% です。でこちらは接着キルトになっています。片面が接着面になります。でボタンは今回ですね、アンティークのボタンのものを使用します。こちらのこの R7 という7センチのカーブを使っていきます。鍋敷の円の描き方はこちらの定規を使っていきます。こちらの定規で今度は R9 ですね、9センチのカーブを描いていきます。この後このリバティの方にキルトを貼っておきます。こうやって当てるとだいたい周囲5ミリぐらい控えた状態で止まるような感じになります。このような感じで交互に合わせますので、こうグリーンの方を合わせて、こちらリバティの方を合わせるというような感じになります。それでは端から端まで1センチを縫いましょう。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7。縫い目の長さは通常の 2.4 もしくは 2.6 などでご準備ください。ミシンの針は11番普通地用になります。では1センチを縫っていきます。でこういう1センチとかまっすぐ縫う時にこうマスキングテープを貼っておくとガイドの代わりになりますので、是非ねご活用ください。では返し縫いからスタートします。リバティの方にこう縫い代が多くくるようにして肩倒しにしましょう。交互に縫い合わせていく時の便利な方法です。反対側も同じようにして倒します。今度はこの際をそれぞれ縫います。際を縫う時に便利なのがよく登場しているこちらの立ち目かがり押さえになります。こちらをこの端に合わせて縫うようにしてみましょう。もしねお手持ちある方は是非試してみてください。このへりのところにこの布の端が合うようにして縫っていきます。上糸しっかり引っ張って返し縫いからスタートしましょう。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、際綺麗に縫えたかなと思います。本来はね、立ち目かがり押さえっていうのは
ジグザグ縫い用の押さえなんですけれども、こういう使い方もありますので、ぜひお試しください。そしたら中表に重ね合わせていきます。でその時にこの中央のところがちょうどね綺麗に段がピタッと揃いますので、ここに揃えて待ち針で留めましょう。でここ留めたらあと両端を留めます。そうしたら端から端まで1センチを縫いましょう。そしたらこの縫い合わせのところですね、しっかり返しに入れていきます。あとは縫い始めと縫い終わりも返し縫いを入れます。はい、縫い終えたところです。そうしたら広げるんですけど、この時に縫い代を今度は開きます。開いて中央きれいに決まってきますからね。これずれてたらやり直した方がいいですね。あと仕上げに入れてきます。こうやって縫い代開いておきます。そしたらアクセントにするタブを作ります。今回は4つ折りにしていきます。まず2つ折りにして、でこの中央の折り線のところに両端を合わせます。4つ折りにします。両側に際のステッチを入れましょう。でリバティは生地が薄くて細くてやりにくくなりますので、返し縫いしないでも大丈夫です。ただ端っこからできるだけ縫うようにしましょう。でこの5ミリぐらい手前で折り返していきます。5ミリほど手前で針を1回止めて押さえを上げます。布を回転させて一度にね反対側も縫っていく方法です。でタブをこんな感じで仕上げていきますので、合い印を入れていきます。合い印はこういうふうに合わせてリバティとリバティ同士を合わせて、この中央のところに合い印を入れていきます。でもカットしてありますので布がね伸びやすいです。気をつけながら進めてください。これを4箇所入れましょう。そしたらタブを2つ折りにして、このグリーンのリネンの生地の方に重ねます。重ねて待ち針で留めましょう。そしたら端から5ミリのところを仮留めしておきます。はい、これで準備が完了です。はい、そしたら本体を仕上げていきます。合い印がね4箇所ついてますので、最初につけた合い印に合わせていきます。で、合わせる前にもしタブとかつける場合はこの時点でつけてみてください。で最初につけた合い印とこの辺りをつけていきます。で円形なんですけれども返し口作ります。返し口はですねこのグリーンのところにしようと思います。なのでまずは3箇所留めておきましょう。リバティを返し口にするとちょっと生地が薄くて頼り投げなので、できるだけね厚い生地のところで作るといいんじゃないかなっていうふうに思っております。縫い残すのはこのタブをつけた反対側のこのカーブのところになります。できるだけ返し口小さくしたいですよね。なので4センチぐらいを目安にしていいかなっていうふうに思います。この辺りを縫わないというふうにしておきましょう。でこの面を上にしないと縫い代がひっくり返ってきちゃったりするので、できるだけこの面を上にして縫った方がいいんじゃないかなと思います。そしたら端をぐるーっと縫うんですけれども、普段直線縫いの時に使ってる押さえの端をこのカーブのところに合わせながら縫うようにしてみましょう。そうするとね非常に縫いやすくなりますよ。是非一緒に試してみてください。そしたら先ほどお話ししたようにこの押さえの端と布端が合うようにゆっくり縫っていきます。最初返し縫いします。まん丸ですからね、布をね少しずつゆっくり回しながらになります。
でこの縫い合わせのところとかは返しに入れていきましょう。はい、縫い終えたところです。いかがだったでしょうか。ちょっとねカーブ難しいと思うんですが、この後切り込み入れていきます。切り込みはミシン目のこのギリギリの1ミリぐらい手前ぐらいまでで切り込みを入れます。7ミリぐらい間隔で入れていきましょう。この返し口のところにもカーブを入れておきます。線をねつないでおきます。同じようにしてここにも切り込みを入れていきます。返し口のところにもしっかり入れましょう。ね、縫い代になっちゃいますけどね、まん丸なので入れていかないといけないですね。ミシン目切らないように気をつけてください。はい、全部周囲切り込みが入れたところで、今度はアイロンで折り目をつけていきます。非常に可愛いものができますので、ぜひもうちょっとだけ頑張ってみてください。はい、こんな感じで周囲ね全部カーブ折り目つけたところで返し口から表にしていきましょう。返し口小さいですけどね、スッと出てきますよ。薄いから生地で、あと形を整えていきます。でこの返し口のところも折り目をつけてありますので、ここも綺麗に閉じていきたいと思います。それから皆様、こういうねカーブ目打ちっていうのがあるのご存知でしょうか。こんな風に先っぽがこういう風に曲がってるんですよ。こういうのでこのカーブのところをこう先がね、曲がってるから、ここのところ滑らかにこう出すことができますよ。こういう風に表にカーブを出す時にもすごくね便利に使えますので、これをねアイロンかける前にやっておくといいですよ。ぜひ手芸店で見つけてみてくださいね。これもう私は出た時すぐ買いましたよ。高いけどね、とっても便利な道具になってます。あとはこちらのカーブの部分を活用して、こんな風にカーブをきれいに出すこともできます。ぜひお試しください。そうしたらこの字とじの方法を紹介します。この字とじ、まずですね、この玉を内側に入れます。まず内側に入れるように少し5ミリぐらい離れたところですねに針を出しましょう。で出したら玉がね内側に入りますね。そしたらひっくり返して、この今出したこの山のところですね、この山のところをすくうように 2,3 ミリぐらいすくうようにして縫います。平行に縫っていきます。そしたら糸を反対側にして垂直にして 2,3 ミリまたすくっていきます。これを繰り返していきます。カタカナの「コ」を描くような感じです。でこういうふうに縫ったら、この糸をギューって引っ張るとこの部分がきれいに見えなくなります。縫い目がねきれいに見えなくなるので、ぜひ試してみてください。これをね繰り返していきますよ。縫い終わりまで来たら玉留めをします。そうしたらこの糸が出たところにもう一度針を刺して、少しね離れたところに針を出しましょう。こういうふうに玉がスッと中に入ってきます。そうするとねこの玉留めも見えなくなります。そしたらここの出た部分、根元から糸を切って、これで完成になります。お疲れ様でした。縫い目もね全然見えない状態ですからね、綺麗に仕上がっております。それでは最後にこのねボタンを中央に飾りとしてつけてみましょう。で実際にはここにマグカップとか乗りますので、あんまり大きい
ボタンをつけてしまうとグラグラ不安定になりますので、これね今回使ってるの 1.5 ミリぐらいの厚みのこのねアンティークボタンになるんですが、こちらを使用してます。なかなかね使用する機会なかったんですけど、ぴったりなのがありましたので、今回はこういう風に合わせてみようと思います。ここねちょっと遊び心で N をステッチしてみました。裏面もこんな風にしてちょっとね遊び心のある感じにしています。それから鍋敷きの方もですね、この接着キルトを貼ること以外はあとはね全く作り方同じになりますので、今回の動画参考にしながら作っていただけたらと思います。はい、いかがだったでしょうか。これで鍋敷きとコースター完成になります。円形はね作るのがちょっとね難しいかもしれないんですけれども、私もね手作り始めた頃すごいこのまん丸の形に憧れて作ったことがあるんですよ。でもなかなかね綺麗な形にならなかったんですけど、縫い方のコツとかをしっかり理解して丁寧に仕上げればこんなにね綺麗なまん丸できますので、ぜひ今回の動画を参考に作ってみてください。私もねこの初期の頃こういう動画の見てね作ることができればすごくねもうちょっと早く上達したんじゃないかななんていうふうに思ってますけどね、ぜひお帰り前にグッドボタンとコメントもよかったらお寄せいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。